このお話も、ちょっと実家に帰った時のお話になるんです。僕、今、千葉県に住んでいて、で、実家が埼玉県にあるんですけれども、で、久しぶりに親父の家に帰ったんですね。で、もう今からもう10年以上前の話にはなるんですけれども、で、実家に着いて、そうすると親父が僕に、おい、ちょっと車に乗せてけって言うんですよ。はい。で、あれどっか行くの？ちょっと乗せてってくれ。わかった。いいよ。で、僕が運転して、で、親父が助手席に乗って出かけたんです。で、ホームセンター行ってくれとか、スーパー行ってくれ、あそこ行け、ここ行け、友達ん家に寄ってくれ。いろんなところに行かされまして、帰りはもう夜になってたんです。で、じゃあそろそろ帰るかっていうことで、実家に向かう道、まっすぐの国道を走ってたんですね。はい。時間は夜の9時ぐらいだったと思います。そんな遅かったんですね。はい。そしたら突然、助手席に乗ってる親父が僕に向かって「払えよ!」って言ったんです。なんですか？払えよって言ったんです。払えよ。はい。で、えって言ったら、払え払え早く払えいいから払えって言ってるんです。で、僕びっくりして、何がいいから払えよこんな取り乱した親父、今まで見たことなかったんですよ。で、僕、なんかお金を返せ、お金を払えって言ってるのかなと思ったんですけど、そんなこと考えてる間にも、いいから払えよすごいんですよ。で、これすごい危険な状態なんです。僕、車運転してますし、前にも後ろにも車がいる。もう下手すると、これ大きな事故につながるかもしれないんですけど、こんな危険な状態で数百メートル走って、そしたら親父が突然、ああ、よかった。ああ、助かった。離れた。って言ったんですよ。で、この時に僕、あっと思ったんです。そうだ、親父見える人だったと思って。この言い方だと、車にじゃなくて、何か僕にとんでもないものがついてたのかなと思って、もう僕も怖くなってきちゃって、なんだよ、親父。何がついてたの？聞いたら、なんでもねえって言うんですよ。いや、なんでもねえじゃないよ。あれだけ払え払えって言ってたでしょ。何がついてたのよ。なんでもねえよ。いや、教えてよ。なんでもねえよ。なんでもねえよ。そのうち怒り出して。だからなんでもねえって言ってんだろ。世の中にはな、知らなくていいこともあるんだよ。って言ったっきり、一切教えてくれなかったんです。で、それからまたしばらくして、僕、実家に帰ったんですね。で、駐車場に車を止めて、玄関に歩いて行ったら、親父がいたんですよ。で、ただいまって声かけようと思ったら、なんだかすごい怒ってるんですね。で、あれ親父、どうしたのって言ったら、ふざけやがってって言ってるんですよ。で、なんだよって。何怒ってんの？ふざけやがって、吉野野郎がよって言ってるんです。で、吉っていうのは僕の弟なんですけれども、もうその当時、おじいちゃんおばあちゃんは亡くなって、で、妹がいたんですけれども、妹も結婚して嫁いで家から出てしまって、弟と親父の二人暮らしだったんです。で、その弟のことをなんだか怒ってるんですよ。何よ？何そんな怒ってんの？どうしたの？って聞いたら、その日、朝から親父も弟も出かけてたそうなんです。で、弟がよ、家に帰ってきてよ、駐車場に車止めたらな、よしの車がねえんだよ。まだ帰ってきてねえんだなと思ってな、玄関に行ったんだよ。そうしたらよ、よしの友達の、ほら、A がいるじゃん。あいつが立ってたんだよ。あれ？ A じゃねえ。よしだったらまだ帰ってきてねえぞ。だって車がねえもんって言ったらよ、また来ますか何か言って帰っちゃったんだよ。で、それと入れ替えでな、すぐヨシが帰ってきたから、あれ？今おめえ、A は生きてたぞって言ったら、ふざけたこと言うなよっていきなりヨシが怒鳴ったからよ。何言ってんのおめえって。ふざけてねえよ。今 A がここにいたんだって言っただけじゃねえかって言ったら、今日 A はって言われてよ。はいや、何言ってんの？おめえ今会わなかったかって。もうすれ違ったんじゃねえの？すぐ行っただろって、もういい加減にしてくれよ。怒って家の中に帰っちゃったんだよ。あの野郎ふざけやがってって怒ってるんです。で、親父 A 君見たの？いたよ。わけはねえよ。だって今ここにいたんだから。わかったわかったわかった。
ちょっと俺、ヨシに話聞いてくるからって言って、僕家の中に入って、弟の部屋に行って、おい、なんか親父が怒ってるけど、なんだよ A 君がって話を聞いたら、その日の朝方、その弟の友達の A 君、本当に亡くなってたんです。で、僕もびっくりして、そうなんだって。で、弟もすごい落ち込んでるんですよ。はい。あ、そっか、大変だったな。で、A 君、何で亡くなったの聞いたら、交通事故だって言うんですよ。うん。そっか。で、どこで事故したの聞くと、以前、親父が僕に払え払えと言った、まさにその場所だったんですよ。で、僕びっくりして、と思って。で、弟はもう落ち込んでるんで、この話はできなかったんですけれども、じゃあ、もしかしたら A 君、僕にしがみついてきた、その何者かに引きずり込まれて亡くなっちゃったのかなと思ったんですよ。わかった、わかった、わかったよって言って。で、親父のところにすぐ戻ってって、親父って言って、本当に A 君、って言って、親父もびっくりしてて、じゃあ、もしかして A 君、A の野郎、なんだ、よしに別れの挨拶でも来たのかなって言ってて、なんか僕違和感あったんですよ。この話。はい。で、なんだろうなと思ってて。で、まあ、後々ちょっと弟には詳しくこの話を聞こうかなと思ってたんですけれども、それからしばらくして、弟も病気になって。サンキューさんの弟さんですか？はい、そうです。はい。だからこれ僕、今でも思ってるんですけど、A 君、何か伝えに来たんじゃないかなと。弟に。何か言いたかったんじゃないかなと思うんですけれども、それは帰結姉妹だったんです。そして、あの時、親父と車に乗ってる時に払え払えと言った、僕にしがみついていたものの正体。これ、今でも親父は教えてくれることはありません。そんなお話でございます。その A 君がはい。事故で亡くなられてしまって、はい。でその後弟さんもお亡くなりになってしまって、そうなんです。すぐの話なんですか2年ぐらい時間があったと思いますけれども、あーちょっと病気になってしまって、はい、どんどん弱っていって、入退院を繰り返して、で、という感じですね。残念ですね。はい。そうなんですね。その道なんですけど、はい払え払えっていう、はいその後そこまた通ることってあったんですか？あります。でもその時には特に何も。何もないです。お父様と一緒にそこを通ることは。ないです。ははい。その払え払えって言われた時って何かこう体に異変とかありましたか？全くなかったんですよ。だから僕もびっくり、ただびっくりしてただけで、何をこんなに言ってるんだろうと思って。はい。でもそれだけ血相を変えて言うってことは本当に良くないものが引きずり込もうとしてたんですかね。そうだと思います。よくこういう類の話の時っていうのは、はいもう幽霊とかではなくもう魔物はい。みたいなはい。もうものがいて無差別にうんあの世にこう引っ張っていってしまう恐ろしい存在がいるって話聞くんですけど、はい。なんかもうそれに対してはもう本当に恐ろしい存在なんでお祓いもできないしっていう、もしかしたらお父様はそういうものだからなんかこう口をつぐんでいるのかなとかもね思ったりもしてしまいましたけどね。はい。まあ何か言ってはいけない、口に出してもいけないのかなと。はい。で、お前は知らなくていい。知る必要はないって言うんです。はい。なんかちょっと良くない存在が。はい。でもそこの場所っていうのはその後やっぱ事故が多い場所とか事故はだったり多いみたいするんですか？ですね。はい。なんかあるんですかね、その場所って曰くとか。そうですね。曰くは僕は聞いたことはないんですけれども、でも交通量はすごい多いところなので、皆さん誰もが取り憑かれるとか引きずり込まれるっていうわけじゃないんですよね。どういうことで選ばれてそうなってしまうのかちょっとわからないんですけれども。いや本当にこればっかりは運なのか、はい。バチンとこう波長が合ってしまうのか、なんですかね。でも怖い話ですよね。すごく怖かったです。まあそうか。でも最後仲の良かった弟さんに会いに来てたんですね。そうみたいですね。はい。そうか。じゃあまた来るっ
っていうね言葉もなんかすごく悲しいですけどもね。また来ますっていうことなんで、もしかするとまた来てたのかこれから来るのかちょっとわからないですけども、ただその時はもうお亡くなりになったかなり後なんですもんね。もうその日に亡くなってた。そのかなり前の時間にってことですもんね。はい。はあ、そうなんですね。いや、ありがとうございました。はい、ちょっとね、なんか弟さんの話なんかもね、あってとてもちょっと辛い話だったんですけど。はい。はあ、いやでもお父様ってやっぱりすごく見える方なんですね。そうですね。ちょっと僕もあまり気にしてはいなかったんですけれども、またなんか言ってるよぐらいに思ってたんですけれども、だんだんと話を聞いてると、いやこの人本当に見えるのかなっていうふうに思い始めまして、はい。サンキューさんは今ちょっと見えるって話ありましたけど、はい、その力がどんどん強まってるみたいな感覚ってあるんですか？すごく波があって、波があるんだ。はい。そういう体験をするときと、全くなくなるときと、はい。それは時間はもうバラバラなんですけれども、いやこれよく聞くんですよ。はい、なんかバキバキにはい、っていう時もあれば、あります。なんか最近見えないなっていう時もある。はい。それってご自身の感覚的にどういうことが関係してるとかって全くわからないです。わかんないですか？はい。はあ。なんかこう階段の仕事が増えてきたなって時に見えやすくなるとかってわけでもない。あんまり関係ないと思います、僕は。なんなんでしょうね。はい。いや、なんか聞くんですよね。はい、波があるっていう。あります。時間が空くともう何年も何もなかったりとかっていうのがあるんですけど、忘れた頃にやってきます。はあ。いや、でもちょっと不思議な。はい。またね、体験談も多いですけども、最近取材された話なんかもたくさんあるということで。あ、そうなんです。はい。どんどんお話をいただいていて、YouTube の方に使ってくださいということで、本当にありがとうございます。これなんで皆さんに怪談を伝えていかなきゃって思われたんですか？やっぱりまずは僕自身にあった話で、家族の話、家の話っていうのからスタートはしてるんですけれども、これをちょっと残していきたいなということから始まってるんですね。前回の話も前々回の話もね、ちょっとその地元の伝承にまつわるような話だったりとか、はい、あとはね、もう多分これ語り継がないともう多分忘れ去られてみんなが知らなくなっちゃうんだろうなって話でしたよね。とんでもない話でしたけど。はい。どうしてもやっぱり、この言葉合ってるかどうかわからないんですけど、もったいないというか、こういうことが本当にあったんだよっていうことはちょっと、伝えていきたいなと、はい、思っております。いや、これからもぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。